ということで自己紹介お願いします。はい、お久しぶりです。崎村涼子です。よろしくお願いします。2回インタビューはい。そうですね。そうですね。はい。素敵なんか神な素敵な。ヘアスタイルを結構短く変えました。はい、ちょっと切りました。襟足を。はい。短く切ったんで。イメチェン。新しいのルックみたいなルック。ニュールック。イメージね。ニュールックね。ニュールック。そうでこの前ちょうどニューコスも披露して、もう全部全部ニュールック。怪我？そうなんだ。そうこの前26日校長の大阪でピュア J の大会で怪我しました。痛い？痛かった。でもね、一番痛い怪我ある？一番痛い怪我、いやまだそんなに大きい怪我をしていなくて、デビュー戦の七重さんの逆エビは未だに痛いです。そうはい、大変ね。大変でした。自分のチャームポイントで新しいチャームポイントある？新しいチャームポイント？何ですかね。なんだろう。チャームポイント難しい。あ、でも目かな。アイズ。いや、一番です。一番ですか。めっちゃ印象ね。めっちゃインプレッション、グッドインプレッションね。はい。すごい。でも全部なんか全部キラキライメージですよ。すごい。キラキラ。そう。ありがとうございます。めっちゃ褒め言葉ですよ。そう。言われる。なんかモデルじゃん。なんでリングいるのとか。プロレスを始めた理由は、一番はやっぱり結城みなみゆき、私アイドルグループも一緒にやってるし、で一緒にやってた時にアイドルを一緒にやってた時に、みなみがアイスリボンのオーディションに出て、そこでプロレスラーになった。でそれが私のプロレスとの最初の出会いなんですけど、でその後みなみがマリーゴールドに移籍するっていう時に、じゃあ私も一緒にやろうかなっていうのが、最初ですね。だからみなみの影響っていうのが一番大きいかなっていうのは思います。アイドルの一番思い出何ですか？アイドルの一番の思い出か。でも私アイドル10年やってるんですよ。だからすごいたくさんありますね。なんかみなみたちと名古屋に遠征に行って、すっごい疲れて、もうなんかもうすっごい疲れて帰りになんかもう喧嘩したり仲直りしたりしながら帰ったのが楽しかったです。楽しかった。喧嘩もしたけど楽しかった。すごいみんな機嫌悪くなっててでもなんかもう特にすごい仲いいから、それぐらいじゃ仲悪くなったりしないんだけど、めちゃくちゃみんな疲れてて楽しかったでもアイドルの時はなんか大変なことはやっぱりでもそうだな、続けていくことかなと思いますね。やっぱ私は10年今のユニットにいるんですけど、メンバーも変わったりとか、急に来なかったりする子もいたりとか、いろんなことがありながらずっと続けてきたけど、やっぱ辞めちゃうのは結構簡単だから、毎回こうね続けていける、それは自分が頑張るのもあるし、お客さんが会いに来てくれるのもあるし、だから自分の力だけじゃなく続けられてるっていうのはめちゃくちゃありがたいなと思って、一番大変なのは続けていくことかなって思います。そうね疲れたねvery tiring ね。そういろんなことがあるけど、でもいろんなことやってますけど、そう全部やらせてもらうことが大変。プロレスも呼んでもらわないと試合できないし、他の芸能のお仕事もなんか呼んでもらったりオーディション受からないとできないから、だからそうやって自分が必要とされることが一番大変だなと思っています。ちょっとなんか女優さんでしょ。なんか
見ます。映画おもろい映画。そうそう。いやもうごめんね。そう今ちょっとヒールでしょ。ヴィレンね。ヴィレン。そういやノーヴィラン私ヒーローレッドブレイド。レッドブレイドね見ました。イエスヒールそうメガネカチってやりながらそうヒールです教えてもっとそのことですよ。初アクションでした。2019年の映画でレッドブレイドって言って、いう映画で悪役ヒールをやってます。多分2番手ぐらいの悪役なんですけど、はいそうなの2番手ぐらいの悪役をやっていて、私の初アクション映画です。はい。そうなんだ。あと映画リリースことはどうですか？ How was it? もっと女優、仕事ですか？そうです。私が出てる映画はレッドブレイドと、鬼卍っていう映画に出てるのと、あと最近花魁をこれも同じ鬼卍と同じ監督の、映画に出てますね。今スイスの映画祭とかに出品されてます。そう。テレビ？映画です。それも。だけ？テレビやりたいですか？テレビもやりたいですね。そうテレビはまだあんまりないかな。 CM ぐらい。私はまだバラエティはテレビ出たことあります。バラエティ見ますよ。バラエティは結構いくつも出たことあります。そう女優仕事は大変ですかね？大変っちゃ大変ですね。難しい。スクリプトね。結構今は最近出てるものだと大体こうアクションがついてくるので、だからそれはプロレスのこともちょっと使ったりしながら、やってます。花魁のその映画は本当にプロレスのコスチュームで日本髪で着物羽織って黒人の大きい男性とプロレスで戦ってますそうはいそうです。レッドブレイドand プロレスでヴィレンじゃない？レッドブレイドはノーマルアクション。そうで花魁の映画花魁ムービーはプロレスアクション。そうでもちょっとリングでヒールですか？まだベビーだと思う。ヒールになっちゃおうかな。でもヒール好きなの？ヒールも好きですね。ヒールかっこいいやっぱり。そんなことないですか？ヒールやっぱプロレスは実は花形だと思います。ヒールは。そうなんですよ。そうかなと。もっと経験を積んで上手になったらヒールもやりたいな。とっても違う雰囲気ね、キラキラ明るいね。ヴィレンじゃないよ。ヴィレンじゃない。雰囲気だ。ガーって。本物の目でしょ？本物の目です。色カラコンもコンタクトもしてない。リアルアイズ。でも大きい。そうですね。すごい。よく誤解されることは？誤解されること？でもすごいおっちょこちょいだし、ちょっとお茶目どんくさいけどすごくできる人だと思われがちだから、すごいいろんなことプロレスもすごい苦戦したし難しいことたくさんあったんですけど、すごく簡単にやってると思われるかもしれないです。そういう風に、誤解されることが多いかもしれない。もっと教えてね。もっとそうかな。あと怖い人だと思われるかもちょっと。すごいそう。なんで？そうなんか黙ってこう真顔だとすごいちょっと大きいし身長も。だからちょっと怖い、きつい感じかなって思われることも多いかもしれないです。そうなんだ。マドルじゃん。マドルじゃん。それがそう高くてツーンみたいな感じだと怖い人だと思われがちですけど、すごい楽しい人です。
そうそう。耳すごい大きい。耳すっごい大きいんです私。でも可愛いじゃん。ちょっとダンボみたいなんかこうでも好きだね。前に出てるからちょっと恥ずかしい。ちょっとチャームポイント。確かに俺のチャーム君のチャームポイント。そうチャームポイントそうですねかもしれない。ちょっと恥ずかしいけど。恥ずかしいはい。なんでそう耳大きいです。そうなんだ。でも君のチャームポイントだ。ありがとうございます。自分のことはそうリングに外でさ、2つの顔ある？あるかもしれないですね。リングの方がやっぱすごく荒々しいかも。荒々しい？何意味ですか？どういう意味？なんだろうそのすごい激しい？激しい。すごくなんかリングの外だと基本はふわ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 ハッピーですけどリングだとぐっとこう強くなれる気がします。はい。リングスタイル？教えて。なんかリングでスタイル、ファイティングスタイルね。ファイティングスタイル。今は結構ルチャっぽい動きとかを今使うことも増えてて、もっとこう身軽にこう飛んだり跳ねたりするようなことも上手になりたいなと思って練習してたりとか、あとはサブミッション関節はそう、最初に雲絡みっていうね吉田真理子さんの技をやらせてもらってて、他にも今はこう結構足関節取ったりとかするのを、よくやってたりもするので、そういう意味ではグラウンド系の技サブミッションをもっと極めていきたいなと思ってたりします。そうなんだ。ビジョンでしょ？それがなんかプレッシャーがある？プレッシャーかな？いい質問だ。プレッシャーはでも美人は言ってもらうけど、そんなに思ってないから。やめた。いやでも今プロレスラー可愛い子もかっこいい人もいっぱいいるから、やっぱそれだけじゃなくてもっと見せていきたいなっていうのはあって、でもそうファイティングスタイルでいくと蹴りもたくさん使っていこうと思って、今すごいスピンキックをこうぐるっと回って高いところを蹴る技を使ってますけど、これをもっと極めていきたいなとか、いろんな技こう蹴り技を出していけるようになりたいなって思ってます。それでいっぱい褒め言葉、みんなかわいい美女モデルなんかちょっとめんどくせいですか？そんなことはない。それすごい嬉しい。すごい嬉しい。そうでもなんかグラビアやってるからとか他の芸能やってるからプロレスがいい加減だみたいに言われるのは嫌。別にそういう風に言う人もいるけど、私としては別にどの仕事も同じように大事にしてるし、一個一個別におざなりにしてたり、他のことをやってることに甘えてプロレスをやってたりはしないから、なんかそこはもうちょっと分かってもらえるといいなって思ったりはします。でも可愛いって言ってもらえるのは嬉しい。忙しかったよ。そうビジーね。めっちゃビジーですよ。いやそうマリーゴールドの時は特にそれをたくさん言われたから、そうでも今はね、今のなにわ女子って大阪のデルフィンさんがやってるとフライングペンギンさんの団体に行かしてもらってることが多いけど、そこの団体はすごいそれも受け入れて尊重してくれるからやりやすいですね。もっと幸せ、すごいハッピー。いいじゃん。そう君の可愛い系、もっとかっこいい系、どっち？どっちかな。いやもっとかっこよくなれるように頑張ります。そうだよ。もっとかっこよくね、強くかっこよくなれるようにプロレスラーとしては。そうなんですね。もっと別話、深い話、OK？人に見えない一番辛いことは？辛いことか。私すごい少ないかもしれないです。辛いことは。一番はでも自由がないことが一番嫌かも。
なんかこれしかできないとか、そう全部好きだからいろんなことをしてたいし、で自分自身がそれプロレスだけじゃないしグラビアだけでもないから、そういう意味でこうバランスよくいろんなお仕事をさせてもらってる時が幸せで、なんかそれしかできなくなるとアイドルばっかりとかプロレスばっかりっていうのも私は結構辛いかも。そうなんですよ。だから全然アイドルのライブしてお昼にアイドルのライブして夜プロレスの試合するのは OK。全然 OK。 そっちの方が嬉しいそうだからそう忙しいのは全然しんどくないです。この前もライブして夜にバス乗って大阪行って試合してみたいなとか、すごい。そう昼間仕事してて0時に24時に集合して朝まで撮影とかも大丈夫。元気。それは元気そうオフの日は何するんですか？いっぱいゴロゴロスリーピンでもリフレッシュね。でも本当に普通に全然違うことやってたりする。なんか体を動かすのもともと好きだから運動しに行ったりとか、あと映画とか見に行ったりもするし、美術館も好きだし、ほんといろんなことしてます。めっちゃアクティブですね。だからベースが、基本的にアクティブ。体イメージすごい。そう楽しいですよ。そういろんなことをやっていくと、だから長いこと芸能でいろんなことやってきたから、今プロレスにもそれが生きてて、そうアクションもちょっとやってたりとか、あとポールダンスとかもちょっとやったりとか、そうDVD 新しいこと？グラビアの DVD で昔やってたりとか、あとなんか体柔らかくしてたりとか、そういうのが全部プロレスにこうつながってるなって最近は思います。そうなんだ。引退して何したいですか？引退したら引退してグラビアない、プロレスないと牧場とかで馬とか牛とかと穏やかな日常を過ごしたいかも。田舎にカントリーにどこ長野とかに行ってもう牧場とか寒いそう長野とか北海道とか牧場に住みたいかもしれない寒いこと好き？寒いというか動物と一緒にいたいかな。大きいこう土地で犬と戯れたりとか、そうもう全部やめたらね、もし全部やめたら東京いなくていいよって言われたらそうかも、田舎行くかもしれないです。でも全然やめる気ないけど、絶対違う。絶対やめないと思うけどでもね、農業したり牧場で働いたりしてみたいなってずっと思ってます。動物好き？動物好きです。大好きです。飼ってはいないんですけど、飼ってないんですけど昔から犬も大好きだし、馬も好きですね。なんかボーダーコリーを飼うっていうのがちょっと夢かもしれない犬を飼いたいです。いつか。何話ですよね。いっぱいねいっぱい幸せ習慣ありますか？幸せに感じるのはいつ？仕事以外でってこと？仕事以外で幸せな瞬間？何でもいい。いいよ。仕事以外で幸せな瞬間か。でもご飯いっぱい食べるの好きです。やっぱいっぱいご飯食べます。びっくりする、多分みんな。私がそんなに大きくないから、めっちゃでも全然ちゃんと1ポンドのステーキも食べれるし大盛りご飯もおかわりできるし、たくさん食べるから、いっぱい食べてる時が幸せだから。プロレスラーになってよかったことはいっぱい食べれること。そうもうダイエット考えなくていいから、いっぱい食べて OK だから、飲みいっぱい。好き？リンカ
いっぱい飲みます。何が好き？ハイボール、ハイボール。日本酒、ワイン。ワインね。ワインも好き。赤好き。赤も好き。赤も好き。Yes, 赤好き。yes, 美味しい。友達ね。友達になれますね。そうなんです。そう。そう一言、海外の一言、メッセージありますか？まだ全然新人で、活躍もできてない中、私のことを見つけてくれてる皆さん本当にありがとうございます。なんか海外から英語のコメントでリプとか来るとすごく私嬉しいし、実際に会場に会いに来てくれる人もたくさんいて、もうすごい本当に感動します。飛行機乗って海外から会いに来てくれるっていうのはもう本当に嬉しいので、それだけじゃなくてもう全然 X とかでいいなと思ったらリプとか送ってくれたら嬉しいし、もっともっと活躍してみんなの国に会いに行けるように頑張るので応援してください。ちょっと待って。最後の質問あります。OK 一番のコンプレックスありますか？コンプレックスごめんね、めっちゃコンプレックスはコンプレックス何かな。ある？でも自分ではもっと運動神経良くなりたい。もっとスポーツ上手な人でいたかった。大丈夫だよ。大丈夫じゃない。心そう思います。ハートね。マリーゴールドの時に、すごい先輩に言われたのが、もう足とか手の先まで長すぎて神経通ってないって言われてごめんなさいって言って、すごい動きがかっこ悪くて、そうダンスとかもちょっと下手だから、もっと運動神経よく生まれたかったなって思ったりする。いいよ。そう心そう思いますよ。本当ですか？ファッションね。ファッションはある。ファッションはあります。チェックアウトして SNS あるSNS X とインスタグラムやってます。TikTok もあるかな一応。アットマーク RI アンダーバー YONN1020 で全部出てきます。はい。ぜひぜひフォローしてチェックアウトして、ハリヨコサキモラです。ありがとうございます。めっちゃいい。めっちゃいい本当に。That was good.